韓国ソウル地下鉄ウルジロ一区駅。着いた。ここはいつ来ても人が多いななんて思いながら、今日行くところはこっち行くで。あれ、風船？天に昇るいろんな色の風船。ポカポカした春の陽気にぴったりや。あれ、なんか下に書いてあるわ。このオブジェの説明かな。タイトルはビューティフルドリーマー。そんなビューティフルドリーマーが目の前に現れる今にも飛んでいきそうな風船を掴んでいるこの子。服装はもう夏やな。こんな大量の風船の力で飛んでいこうとしてんのかな。じゃあ俺もまだかな。俺は準備 OK やで。ビューティフルドリーマーや。じゃあ俺もビューティフルドリーマー。俺の夢はここで崩れる。グッバイドリーマー。駅前には飲食文化通りと書かれた通りがある。俺も過去の動画でこの中の店に結構行ってきた。こうやって暖かくなると心にも余裕ができる。あれ、なんかこれ受話器外れてへんか。元に戻しとこう。やっぱり心にも余裕ができる。ええことしたわ。やっほい。なんかずらーっと並んでるな思ったら、あ、そうか、お釈迦様の日か。日本は毎年4月8日やけど、韓国は旧暦でするから今年は5月15日。天上天下唯我独尊。花祭りの時期が来るとやっぱり春を感じる。俺のお腹も春を感じる。お、綺麗に咲いた真っ赤なツツジ。春や。ピンクのツツジもある。春や。あれ、でもツツジって匂いしたっけ。なんか種類によって強い匂いのやつもあった気もすんねんけど、これはあんまりせえへんな。にしてもだいぶ近づきすぎてへんか。もうこれ蜂みたいな距離になってんで。匂いを嗅ぐというかもうキスしだ。ご飯俺いつも蜂に追いかけられんねんけど、あれ、なんでこの位置に屋根があんの。これがビューティフルドリーマーの力や。着いた。早くもっこし春よ来い。そう、今日食べに来たのはメイタガレーのよもぎスープ。店先にはトンヨン郷土料理指定店。これはテレビ番組かな。グルメクラブ。俺もそのクラブ入れさせてもろてええですか。ということでソウルからトンヨンに向かいます。入店です。こちらのメニュー、やはりメインはメイタガレーのよもぎスープ。あとはテグタンなんかも置いてある。基本的には海鮮類のスープが多い。すぐ横にアメリカのスタンフォード大学と中国科学院大学共同研究。そんなこともやってんの。この写真はモンゲホヤ貝やろ。ここにもしっかり書かれてる。メイタガレーのよもぎスープ開始。じゃあ俺も開始。じゃあボタンあったわ。えらいこっちゃ。これで OK。 いやー、店員さん早く来てくれへんかな。早く食べたいねんけどな。あれ、なったよね。いやでもたまにあるよね。なったけど向こうには伝わってないみたいな。もう一回押した方がええんかな。なんかせかしてるようで嫌やねんけど。なったよね。도다리스국 이런 멍게밥 2인분 주시고요. 네. 그리고 소주 한 병 드세요. 예. 진로 있어요? 진로? 네. あ、やっぱ伝わってなかったんかな。一人必ず1個頼まなあかんから2人前頼んだ。皆さんもお分かりのように取ってもらってるからねこれ。でもこの店内に漂う磯の香りを嗅ぎながら用意していただいた基本のおかずはキムチ、無洗チェ、ひじきの和え物、ニラの和え物、そしてイカの塩辛。きた。お、ゴールドやん。ガマちゃん100周年記念で作られたジンロゴールド。ポップアップストア行ってきまして、家族団らんの写真も撮ってきました。まあそこで少し飲んでんけどな、楽しかったななんて思いながらぐる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 。もう一個言うとマートでもゴールド買って飲んでましてんローリン。開けたところから光が漏れてるみたい。そういやポップアップストアでもらった焼酎は金箔が入ってた。ゴールドだけ。今日はこのゴールドのガマちゃんとトンヨンから漂う磯の香りを嗅ぎながらいっぱい。風船に捕まり見えるナンペパだ。ありがとうございます。俺の体もゴールドに塗ってきたらよかったと思ったらいきなり来た。ゴールドからの春、スプリングや。
親貝ご飯も出てきたけど、ちょっと置いといて、まずよもぎ。一瞬のうちによもぎはしなる。春はやっぱり鼻から感じるもんや。さっきもそうやったし。いざ出陣。よもぎ行くと思うだろ。ちょっとワンクッション。俺これ出てきた時から食べたかって。ひじきに豆腐を入れた和え物。パクリ。日本でよく食べるひじきとは違って食感がコリコリしてる。うまい。こっから本格準備。よもぎのパワーが俺の体を包み込む。シャキン。焼酎で引き締まった口にまず入れたいのがこのよもぎスープ。一滴も落とさんように気をつけながら口に入れる。これだけで口いっぱいに広がるよもぎの青々とした香り。目だけで表現できてまう。スープだけで感動してる場合ちゃう。メイタガレー入ってるからな。よもぎの壁が異様に硬い。出てこい。下からすくう。ほら、緑の中から出てきた真っ白な実。お玉を使ってよもぎと一緒に取り皿に移していく。そして絶対忘れちゃいけないのが、さっきも一口言ったこのスープ。まだ食べてもないのに残りを確認する男。よもぎもそうやけど、メインのこのメイタガレー、箸を通して柔らかさが伝わる。真っ白すぎて目がつぶれてまうわ。でもやっぱりメイタガレーだけ食べるのではなく、やっぱりよもぎも添えな。これがトダリスック開始です。よもぎという春のブランケットをかけられたメイタガレー。スープしっかり染み込んでるからフーフーをして一口。舌で春の訪れを感じた瞬間、海の中でも山の中でも笑い声で春の歌を奏で始める。柔らかいメイタガレーの淡白な味と春の息吹が感じられるこのよもぎ。淡白な魚やからよもぎの味が心地よく入ってくる。俺は森の中におんのか、それとも向こうの方にかすかに見えるトンヨンの海にいるのか。目細めすぎて見えてるそれ。メイタガレーだけ食べてもよもぎから出た香りが染みついてるから、それもうまいねんけど、やっぱりここは春の息吹を感じたい。大量に入ってるから惜しみなく。さっきはブランケットやったけど、もうこれ布団やな。それだけ惜しみなく乗せた方がいい。最近春短いから短い期間に濃厚に。そうそう、メイタガレーは骨が多い。だから気をつけてマジシャンのように一本一本取っていく。この料理食べ始めて迷い出した。メイタガレーがメインなんかよもぎがメインなんか。でも本当はこのスープが一番のメインちゃうかなと思う。塩灘という言葉が一番合う気がする。こいつも塩灘じゃな。ゴールドガマちゃん。よもぎという芝生の上で一緒に春を感じようや。一緒にピクニックに出かける。気合を入れてボタンを外す。でもこう一人暮らししてるとよもぎをわざわざ買って食べへんやん。いや、機械やわと思うてこんなに持ってくる。いくら一緒についてくるから言うて一箸の量ちゃうで。だからこうなる。危ない危ない。フーフーをして大きく一口。でもさっきも言うたよ、このよもぎスープがしっかり染みついてますのよ。いくら春は短い言うても、もう口の中は夏になったらあかん。何事も落ち着きが必要。落ち着くにはやっぱりキムチ。キムチの歯ごたえで浮かれる俺の頭を正常に戻してくれる。トンヨンまだ見えるかな。テトラポットが少し見える。次は無線チェ。俺を正常に戻してくれる心強き味方。一口食べて、あれなんか磯の香りすんなと思ったらなんか出てきた。감사합니다。これなんや。見た目は綺麗な色の海藻って感じがする。あれもらった俺だけちゃう。ラッキー。そして一口。うわ、歯ごたえ最高。うまっ。聞いてみるとこれはソシールと呼ばれる海藻とムール貝の肉を炒めたものらしい。これはあかん。この歯ごたえとサービスという2倍の嬉しさでガマちゃんも泣き始める。止まらない。こうなったらループしてしまう俺の悪い癖。なかなかソウルでは簡単に食べられへんからこそ余計に美味しく感じる。さてお待たせしました。いやお待たせしすぎたかもしれません。ホヤ貝ご飯。綺麗なホヤ貝をご飯と均一になるように海苔も一緒に混ぜていく。もう見た目だけで絶対うまいやつ。まあだいたい均一に混ざり合ったかなってことで引き上げ作業。海も見えれば山も見える。そんなホヤ貝ご飯も大きく一口。これ絶対ここで食べなあかんやつ。臭みもなく磯の香りがダイレクトに入ってくる。急げ、これ一緒に食べた方がうまいやつや。まずはスープを一杯、そしてすかさずもう一杯、そしてよもぎも入れていきたいけど、離れて、ちょっとくっつきすぎ。あっ、これが春に見放された男の顔である。とりあえずお玉持ってるから、まずはメイタガレーを入れていく。
そしてまたスープも追加。そしてお箸に持ち替え、最初からこうしたら飛ばすこともなかったんやと思いながらよもぎも入れていく。まだほんのりホヤ貝の磯の香りが残る口に温かいスープを入れていく。テトラポットの上に乗って潮風を浴びている。このコンビネーション最高。我慢ができずもう一杯。他のお客さんおらんかったらスタンディングオベーションやでこれ。俺が思うこれの正しい食べ方やわ絶対。ホヤ貝ご飯を一口、そしてメイタガレ、裏返して肉厚な部分も取っていく。フィーチャリング春の訪れ。ミックスさせるように口の中で春の風を引き起こす。そしてゴールデンガマちゃんがしっかりと締めくくってくれる。ここで俺は思いつく。ニラの和え物、それをご飯の上に乗せる。そしてイカの塩辛も少々つかみ、またまたご飯の上に乗せていく。感じ。さっき見たツツジの色に負けないぐらいの鮮やかさ。それも大きく口の中に入れていく。さっきまで目細めでトンヨンを見てた男はここで不思議な行動を始める。丸く丸く丸く、そしてちっちゃく丸く。どうやら美味しさを体で表現したかったらしい。そしてひじきを食べたらまた変な行動に出る。今から高速バス乗ってトンヨンに行けるかな。そんな時ガマちゃんが止めてくれる。春になったら変な人が増えるっていうのはほんまやった。俺今までトンヨンに何回かは行ったことあんねんけど、季節も関係あるやろし、やっぱりトンヨンに行ったら刺身や牡蠣とかをたくさん食べた気がする。だからなかなかトンヨンでトダリスックを食べる機会なかったんけど、ソウルで少しは値段が張るけれども毎日食べるもんでもないし、トンヨンにこの時期行くということを考えたらこうやって食べれんのはええのかもしらん。こうやってほら骨だけ残す。無センチェを食べよう思ったら、あれこっちから見えへんかってんけど、社長トンヨン行ったら牡蠣食べた言うたら牡蠣出てきましたやん。だからさっき一口食べた時に磯の香りしたんや。もうそうやってみたらいきなり特別感が出たやないの。もう現金な男。パクリ。牡蠣はやっぱいつ食べてもうまいよな。まあこれからはちょっと難しくなっていく時期やけどな。ではここからラストスパートをかけていく。無センチェ、そしてニラの和え物をごっそり上から。これでよし。じゃあこっから混ぜていこうと思った時にふと頭をよぎる。そうや、今日は春スペシャルやからな。こいつを忘れたらあかんやろ。鍋の中に残ったよもぎもご飯と一緒にピクニック。まずはお箸で軽く混ぜ、スプーンに持ち替え最終チェックに入っていく。そのままの流れで再びの引き上げ作業。やっぱりトンヨンには海だけじゃない山もあった。そんな山を俺は征服してやる。よもぎが入ったことでホヤ貝のビビンパに強烈な香りが混ざり始める。まだまだ。俺はこのスプーンの上の春を忘れない。ご飯に忘れたらあかんのはこのキムチ。キムチのさっぱりさも口に入れ、ビビンパの器は角度をつけ始める。鍋に残ったメイタガレーも直接口に運ぶ。まあだいたいこんだけの大きさを一口で頬張れば骨がめちゃくちゃあるからお気をつけて。なんでか最後の最後に両手を使って骨を取る。そしてこれは絶対残してはいけない。少しぐるぐる。そのままよもぎの香りを体に入れていく。俺の体は完全に整った。さてこいつもそろそろ最後の一杯ぐらいになってきた。海の匂いにはやっぱりガマちゃんがよく似合う。なので最後の一滴まで。今度はほんまにトンヨンまで行って海の前でガマちゃんと一緒に刺身を食べたい。ということで本日ゴールド最後の一杯。最後は少し残ったひじきの和え物を食べてスプリング完全完食。ウルジュロ一区駅にあるトダリスックとホヤ貝ご飯が食べれるお店。体からよもぎの匂いすんで。値段は少しするけど春が来たらやっぱり食べたい代物。大満足や。少し歩いてると何やこれ、ジンカムジャ。あれこのジンって文字さガマちゃんの文字ちゃう？すぐ横にあるやん。ほらめっちゃ似てるやん。あれやっぱりそうやんな。これもしかして中にガマちゃんおったりするんちゃうん？もう春やでガマちゃん。見なかったことにしよう。せっかく今日ゴールドに会えたのに。新緑が見えるウルチロの街を背景に今日の食物語はこれでおしまい。チャイモゴスムニだ。